りつさん、こんにちは。あら、つむぎちゃん、こんにちは。どうしたの？りつさんが C++ のことすっごく詳しいって聞いたので、教えてもらいに来ました。え、そこまで詳しくないわよ。え、でも、アーシがよくわからない右辺地参照は普通に使ってるでしょ？あれは確かに私も最初はよくわからなかったやつ。図書館にあった本は C++11 より前の古いやつだったから、右辺地参照の説明なんかなかったし、ウェブを見てもなんとなくわかったようなわからんような。そういうことね。じゃあ、今日は右辺地参照のこと説明するわ。つむぎちゃんは、ある程度 C++ のことはわかってるのよね。はい。独学だけど基本的なことは知ってるつもりです。じゃあ、基本的なことはわかってる前提で説明するけど、わからないことが出てきたらその都度言ってね。はい。よろしくお願いします。まずは、理解のために必要になりそうな前提知識から話しましょうか。まず、右辺地参照っていうのは、その名前の通り、右辺地を参照してるってことなんだけど、参照じゃない右辺地と左辺地の区別はつくかしら。右辺地は右側にある値、左辺地は左側にある値、かな？でも自分で何言ってるかわかんないや。それで間違ってはいないわよ。ちょっと補足させてもらうと、代入なんかの場面を考えて、右側にあるものと左側にあるものを思い浮かべるといいかもね。ってことは、左側に変数があって、右側はその変数に代入する値かな？そうね。代入や初期化のように、変数と値とを結びつけることを、値を変数に束縛するって言ったりするんだけど、少し抽象的な言い方をすると、値を束縛することができて、スコープ内であれば自由にアクセスできる記憶領域が左辺地。右辺地は、式が評価された結果値で、これは何かに束縛されていなければ、その場で破棄される。左辺地は変数、右辺地はそれ以外って覚え方じゃダメ。半分くらいは合ってるけど、変数は右辺地として評価することもあるし、値の型とか、文脈次第かな。難しそう。まあ、こんなことはプログラムを書いてる時には意識してないだけで、自然と身についてるはずよ。右辺地に値を代入しようとしたりはしないでしょう。その程度の区別ができれば十分よ。確かに、これからはちょっと意識してみます。今回説明する上で大事なことは、区別できることじゃないから、さらっと流してくれてもいいわ。へ、じゃあ、なんでこんな話してるのかというと、それぞれの生存期間に注目してほしいからね。生存期間。生成されてから破棄されるまで、ってことかな？そう、左辺地と右辺地それぞれの違いはわかるかしら。左辺地は定義するところで初期化されて、スコープの終わりで破棄される。右辺地は評価されるときに初期化されて、評価されたらその場で破棄されるのよね。そうね、右辺地は評価されたら消え去る儚い存在、ということが、右辺地参照の意味を理解する上で大事になってくるから、よく覚えておいてね。はーい。で、いよいよこの右辺地を参照したらどうなるのか考えましょう。そういえば、右辺地を参照型の変数に束縛しようとすると、テンポラリオブジェクトを参照することになるのよね。んで、コンスト参照型でしか束縛できなかった。関心ね、よく覚えてるじゃない。それがただのポイントとは違うとこよね。えへへ。じゃあ、そのテンポラリオブジェクトの生存期間は？えーっと、それを参照している変数の生存期間になるのかな？そうじゃないと無効な参照になっちゃうよね。そうね、テンポラリオブジェクトを詳しく説明しようとすると長くなるから、ここではその理解で十分と思うわ。で、さっき私は、右辺地参照は右辺地を参照してるって言ったけど、右辺地そのものは参照できないから。本当のところは、右辺地参照は右辺地で初期化されたテンポラリオブジェクトを参照してるってことね。テンポラリオブジェクトへの参照だったら、昔からコンスト参照で表現できたのに、なんでわざわざ右辺地参照なんて導入されたのかってところが、いまいちわかんない。そうよね。じゃあ、その意味を説明する前に、ひとまず C++11 で導入された右辺地参照の文法的な説明をすると、まず、アンパサンドを2つ重ねた右辺地参照型が追加されたことね。うん。そこは大丈夫。で、コンスト参照型と違って、右辺地参照は、キャストなしには左辺地を束縛できないということ。キャストすれば束縛できるのね。あと、コンスト参照型と右辺地参照型の引数をオーバーロードしてる関数に右辺地を渡した場合、どちらが呼び出されると思う？関数オーバーロードの規則的には、右辺地参照型の方が一致度が高くなる。かな。右辺地参照の方を呼び出す。その通り。じゃあ、文法的な説明はこれだけにして、
これからエミ論的な話をしていきましょう。え、それだけでいいの？他にもいくつかあるけど、これから説明するムーブセマンティクスについて知らないと、いまいちわからないかなと思うから、段階的に説明するわ。ムーブセマンティクス？セマンティクスというのは、ある表現が持っている意味とはどういうものか、ってことを少し学術的にした言葉ね。例えば、二項演算子のプラスのオペランドに値を2つ渡す、という文法表現は、両側の値を加算した結果値を得る、というセマンティクスね。ひょっとして聞き慣れないだけで、言ってることは難しくないの？そう、尻込みするほどのことじゃないわ。右辺地参照っていう文法表現はムーブという意味を持つ、ってことだと思ってもらえばいいかな。ムーブという意味って？じゃあ、ムーブとは何か、という話をしましょうか。つむぎちゃんは標準ライブラリのベクタークラステンプレートは知ってる？はい、使ったこともあります。じゃあ、ちょっとコピーコンストラクタを書いてみて。アロケータや例外仕様は省略、実用性度外視で最低限の実装でいいから。はい、カタカタカタ、と。きちんとメモリを確保してデータをコピーしてくれてるわね。ありがとう。じゃあ、このコピーコンストラクタに右辺値を渡す場面を細かく見ていきましょう。実際こんなまどろっこしい初期化の仕方をするわけないけど、テンポラリオブジェクトが作られる場面の代わりね。はい。実際にはコンパイラが最適化したりするから、今から言うような動きにはならないけど、コードの通りに動くとしたら、まず、テンポラリオブジェクトは、右辺値を引数とするコピーコンストラクタで構築される。そのコンストラクタでは、データ用のメモリを確保して、渡された右辺値の内容をコピーする。元の右辺値は破棄される。次に、テンポラリオブジェクトを引数とするコピーコンストラクタを呼び出す。コンストラクタでは、データ用のメモリを確保して、渡されたテンポラリオブジェクトの内容をコピーする。呼び出し側に戻るときに、コンストラクタの仮引数がスコープから外れるので、束縛されていたテンポラリオブジェクトが破棄される。あれ？ちょっと待って、なんか間違えたかな？いいえ、つむぎちゃんの実装で間違ってないわ。コピーして、コピー元は破棄するっておかしいよ。しかも2回。ポイントなんだから、アドレスを代入するだけの方が効率よくない？その通りだけど、コピーコンストラクタは左辺値を渡したときに、本当に中身をコピーしてほしいときに使うのが本来の役目でしょ？そっか、諦めるしかない？実際のところは、コンパイラがテンポラリオブジェクトの余計なコピーが発生しないように最適化してたようね。ただ、最適化に期待するしかないというのは、プログラマが完全にはコントロールできないというわけで。こういう場合にはつむぎちゃんが言ったように、中身だけを新しいオブジェクトに移すコードが書けるようにしたいでしょう。そういうのを、オブジェクトの所有権を移動させる、と言ったりするんだけど。それがムーブセマンティクス？その通りよ。余談だけど実は C++11 より前でもムーブセマンティクスはオートポインタに実装されてたわ。オートポインタ、スマートポインタね。ただ、このクラスはムーブできるとはいえ、コピー不可という特性からコピーの文法でムーブさせることがたまたまできただけで、こういう特殊ケースでは実装できたけど、一般的なクラスではコピーとムーブを選択できなかったのね。なんか分かってきた。左辺値も右辺値も一緒くたにコンスト参照型で束縛してたから、そういう切り替えができなかったのね。そう、冴えてるわね。結局これは、右辺値と左辺値でムーブとコピー、別々の処理ができるようにしたい、という要件になるから。型の区別さえ言語仕様に導入すれば関数オーバーロードの仕組みで実現できる。じゃあ、コンスト参照型だけじゃなくて、参照先が右辺値の時だけ適合する型を用意すればよい。というアプローチで導入されたのが右辺値参照型という文法ね。当時の様子を見てたわけじゃないから推測でしかないけど。なるほど。さっき確認した文法要素のおかげでムーブできる。だから仮引数が右辺値参照型の関数はムーブセマンティクスなのか。そうね。右辺値参照型のコンストラクタはムーブコンストラクタと呼ばれるんだけど、こんな感じに実装するのよ。エクスチェンジ？詳しくはリファレンスサイトを見てほしいんだけど、一つ目の引数を二つ目の引数の値で書き換えて、書き換える前の値を返す関数ね。C++14 以降でしか使えないけど、ムーブコンストラクタでメンバ初期化シリストだけで完結できるから便利よ。引数の値をメンバ変数にコピーするだけじゃダメなの？呼び出し側の右辺値やテンポラリオブジェクトの生存期間を思い出してみてね。コンストラクタから戻るときには破棄されるでしょう。するとその時点でデストラクタが呼ばれるから。データをヌルポインタにしておかないと、このオブジェクトで使おうとしてるメモリが呼び出し側でデリートされることになるわね。あ、ほんとだ。未定義の動作になっちゃうね。それに、
ベクターみたいなクラスはデストラクタでメモリを破棄する前に、各要素のデストラクタも必要に応じて呼ぶんだけど、処理内でループする回数としてサイズ、メンバ変数を利用するから。そっか。ループ回数はゼロにしておかないと、使いたい要素が破棄されちゃうね。データだけヌルにしてたら、ヌルポインタを参照しちゃうし。そう、デストラクタで使われないことが分かってるメンバ変数なら、値を書き換える必要はないけどね。あれ、そういえば右辺値参照してるオブジェクトって、右辺値なのにメンバ変数を上書きしてもいいの？右辺値参照が実際に参照しているのは、右辺値で初期化されたテンポラリオブジェクトだったでしょう？テンポラリオブジェクトはリードオンリーってわけじゃないのね。以前、書き換えできなかったというのは、コンスト参照だったからというのが理由ね。右辺値参照もコンスト修飾されてれば、ミュータブルなメンバでもない限り書き換えはできないわ。なるほど。ムーブコンストラクタの動きはよくわかりました。じゃあ、次に代入演算子をさっきと同じように実装してみてくれる？はい。カタカタカタ。と。データ領域を削除してサイズを合わせて再作成で要素をコピーしてくれてるわね。ありがとう。コピーコンストラクタと違って、すでにデータが確保されているから、それを破棄する以外はほぼ同じね。右辺値を渡したら、さっきと同じように、テンポラリオブジェクトが作られて、無駄なコピーが発生しちゃうね。そうね。その理屈はさっきと同じだから省略して、ムーブ代入演算子を実装してみましょうか。実装できそう？うん。テンポラリオブジェクトのデストラクタで、ムーブ前のデータを破棄してもらうようにすればいいのかな？それでもいいかな。スワック関数が使えるかもね。あ、なるほど。カタカタカタと。ありがとう。ムーブの意味とテンポラリオブジェクトの性質は理解できたみたいね。ただ、左辺値変数を右辺値参照型にキャストして渡される場合には、デストラクタの呼び出しがスコープの最後まで送れるから、こんな感じに、スワップではなくて、渡されたオブジェクトの中身は空っぽにしておいてもいいわね。え、そうなの？コンストラクタの時は初期値を渡してたから OK ってことね。ところで右辺値参照を引数に取る関数は全部ムーブセマンティクスが実装されていると思っていいのかな？そのはずだけど、例えば右辺値参照を引数としているのに、コピーするような関数を実装しても、コンパイラはウォーニングも出さないから、紳士協定のようなところはあるかもね。言語機能としてムーブがあるんじゃなくて、あくまでムーブしたいものをムーブするように実装するってことね。そっか。一応気をつけないとね。じゃあ、質問なければ、さっき保留して多分法要素について説明しましょうか。はい、お願いします。コンストラクタと代入演算子は、メンバに値を束縛するためのものだったけど、次に説明するのは値を取得するときのムーブセマンティクスで、こんな感じのメンバ関数の参照修飾ね。これはどういう使い方になるの？メンバ関数を呼び出す場合って、左辺値のオブジェクトに対する呼び出しが多いけど、関数の返り値に対して直接メンバ関数を呼び出す場合ってあるでしょう？あ、確かにそういうこともあるよね。返り値の型が左辺値参照型だったりする場合を抜きにすれば、この場合はテンポラリオブジェクトに対する呼び出しになるから、ムーブセマンティクスを使いたい場合があるのよ。そっか。こういう風に右辺値を使う場面だと、確かにムーブしたくなるよね。あとは、ベクター、データみたいな、ムーブセマンティクスとは無関係に破棄される型のオブジェクトを返すメンバ関数への対処ね。ただのポインタは右辺値参照型で初期化しても、ストリングやベクターみたいにムーブコンストラクタは定義されてないから、コピーしかされず、すぐに破棄されてしまうテンポラリオブジェクトのデストラクタで、取得したポインタは無効化されてしまうわ。なるほど。これは気づかなかったわ。もっとも、ベクターを返す関数を呼び出したら、左辺値に束縛するのがほとんどだと思うから、こんな使い方するかどうかは疑問だけど。確かに、標準ライブラリのベクターは、右辺値修飾したデータは定義されてないみたい。だから、標準ライブラリのベクターでは、こんな使い方しちゃダメよ。左辺値に束縛するだけでこの手のバグを回避できるんだから。でも、もしこのメンバ関数を右辺値参照修飾するとしたら、こんな感じでしょうね。エクスチェンジを使っている理由はムーブコンストラクタと同じよ。ディスがテンポラリオブジェクトですぐに破棄されるから、取得したメモリ領域をデリートしないようにするためだよね。その通り、あんまりお行儀の良いサンプルじゃないけど、こういうことをする場合には、デストラクタの振る舞いに注意ってこと。でも、この使い方を聞いてなかったら、右辺値にデータで取ったアドレスを参照しちゃったとき、謎のバグを出して途方に暮れてたと思うな。そう、私がこれでハマったから、知っといてもらいたかったのよ。あと、こういう風にテンポラリオブジェクトに対しては呼び出してほしくないメンバ関数なら、デリートして使用を禁止するという手もあるわね。
なるほど。そういう使い方もできるのね。さて、右辺地参照とムーブセマンティクスの話はこれくらいにしておいて、標準ライブラリへの追加要素とか説明しましょうか。はい。お願いします。標準ライブラリの既存クラスにもムーブコンストラクタやムーブ代入演算子が追加されたんだけど、一つずつ説明するのは退屈すぎるし、つむぎちゃんなら必要に応じてリファレンスを見て、でわかるわよね。はい。今ならコピーじゃなくて、ムーブ版なんだろうなって思います。じゃあ次は、さっきちらっと出てきたけど、左辺地にムーブセマンティクスを適用したいときって、イメージできる？変数を評価した後、もう使わないような変数ならムーブしたいかな。そうね。あと、注意してほしいんだけど、右辺地参照型の変数は左辺地だから、これにムーブを適用したい場合も含まれるわ。右辺地参照型の変数が左辺地って、ちょっと頭が混乱してるんですけど、わかるわ。右辺地参照型の変数は、参照先の型が右辺地なんだってことを思い出してね。その変数自体は、他の値を束縛できて、名前もついてて、スコープの範囲で自由にアクセスできる記憶領域が確保されてるから、れっきとした左辺地ね。言われてみれば確かに。だから、右辺地参照型の変数を右辺地参照型の変数に束縛しようとすると、同じ型のくせに文法エラーになるのね。そういう場合はキャストするだけで、右辺地参照型として扱えるんだけど、普通はキャストするんじゃなくて C++11 で追加された std ムーブを使うわ。こっちの方がタイプも楽ね。この関数テンプレートはキャスト以外は本当に何もしないけど、型は推論してくれるからね。それにムーブ関数の方が、コードを読む人がムーブって意図を認識しやすいから、それ以降、その変数が使える状態かどうかを意識しやすいわね。確かに読み手にも優しいね。ちなみに、引数が右辺地参照型のオーバーロードがなければ、コピーするのよね。そうね、コピーされる状況をちょっと見ておきましょうか。さっきのパーソンクラスにこんなメンバ関数を追加して考えるなら、右辺地は右辺地参照型の次に、オーバーロード解決される型が左辺地のコンスト参照型だから、左辺地のコンスト参照バージョンがあれば、そちらに解決されて、そこで定義されてるコピー処理が実行されるわね。あと、コンストの変数はムーブ関数に渡してもコンスト性は消えないから、コンスト参照バージョンに解決されてコピーになるわ。イントやコインタみたいに基本的な型なら、組み込みの処理で解釈されるから、コピーされるわね。見た目はムーブしなさいって感じだけど、実際はよろしければムーブしてくださいって感じになるのね。そうね。次に説明するフォワードよりはムーブしなさい感は強い気はするわね。とにかく何でも右辺地参照型で返すから。フォワード？これは、ある変数の転送参照の区別を保ったまま、他の関数に転送できる関数テンプレート。なんだけど抽象的すぎてちょっと難しいと思うから、具体例を挙げながら説明するわね。はい、お願いします。どういう場面で使えばよいのかさえ理解すれば、使い方自体は簡単だから安心して。まず、転送参照ってのからわかりません。じゃあ、関数テンプレートはわかるかな？こんなやつだけど。はい、いろんな型で呼び出せる関数になるやつ。参照型として受け取るときは、アンパサンドを一つつけてたと思うけど、右辺地参照は2つ付け足す？普通はそう思うわよね。半分は合ってるんだけど、これが転送参照といって、右辺地参照にも左辺地参照にもなるワイルドカードみたいな参照型なのよ。じゃあ、テンプレートの場合は右辺地参照型だけにはできない？やり方はあるけど、話がちょっとそれちゃうから、後で話すわ。はい、転送っていうのはどういう？仮引数の変数を他の関数の実引数として渡すことを転送と言うんだけど、その転送に便利な参照型だから、そう呼ばれてるんだと思うわ。以前は、そのワイルドカード的な性質からユニバーサル参照って呼び名が定着してたんだけど、C++17 で正式に転送参照って名前が付けられたようね。ユニバーサル参照の方が強そうなのにね。どっちでも通じると思うけど、ここでは転送参照という用語を採用しましょうか。で、転送参照の話なんだけど、わかった。転送参照なら、左辺地はコピー。右辺地ならムーブしてくれるのね。きっと。ところが、転送参照の変数を転送しようとしても、左辺地であることに変わりはないから、そのままだとコピーになるところは普通の変数と同じなのよ。え？だからといってムーブされたら困る場合もあるからムーブ関数で転送するわけにもいかないわね。ダメじゃん。転送参照。そこでフォワード関数の出番なのよ。いよ、真打ち。ムーブ関数と違って、テンプレート型引数の指定は必須なんだけど、
右辺地参照型の変数なら右辺地参照型、左辺地参照型の変数なら左辺地参照型で返してくれるわ。フォワードの仕組みはちょっとよくわからないけど、それなら呼び出し側の思い通りに転送できそう。使うだけなら仕組みを理解する必要はないけど、理解するにはテンプレートの説明も必要になるから、説明が全部終わってからにしましょう。とりあえず、参照修飾の区別を維持したまま転送することを完全転送と言って、こういう風に転送するんだって覚えましょう。はい。完全転送には転送参照とフォワードをセットで使うのね。テンプレートを使うときは、かなりの頻度で使うことになるから、すぐ慣れると思うわ。転送参照はコンスト参照みたいに、右辺値も左辺値も束縛できるけど、フォワードのおかげできちんと区別できるのがすごいとこなのね。そうね、転送参照については、もう少し補足しておくと、テンプレート型名にアンパサンドを2つって紹介したけど、他にはオート型みたいな型推論が起こるところでも、転送参照になるのよ。ってことは、左辺値も束縛できるのね。オート型の転送参照はジェネリックラムダとか C++20 のジェネリック関数で完全転送するときによく使われるかな。あれ、フォワードの型引数には何を書けばいいの？スコープ内に同じ型がなければ、変数にデクルタイプを使うと型が取れるから、それを使うといいわ。これはちょっとめんどくさいな。そう思った人が多かったのか、C++20 ではテンプレート型仮引数を宣言できるようになったわ。C++20 まで我慢ってことね。あと、転送参照自体はコンストもボラタイルも左辺地参照も、その修飾仕込みで、実引数に客茶してくれるんだけど、型にこういう修飾詞をつけたり、他のテンプレートと一緒に使われてたりすると、転送参照じゃなくて単なる右辺地参照になるから注意ね。型引数買おうとの後ろにダブルアンパサンド。これ以外は転送参照になれないのね。さっきつむぎちゃんが言ってた、テンプレートの時に転送参照ではなくて右辺地参照型を引数にしたい場合には、フォワード関数みたいに、型引数必須でいいなら、タイプトレイツヘッダに入ってる、リムーブリファレンスを使うといいわ。あるいは、転送参照のままで左辺地参照をイネーブルイフで弾くかな。なるほど。難しくなってきたね。このあたりからはテンプレートが絡んできて、その知識も必要だからね。最後に、クラステンプレートの型がコンストラクタとかメンバ関数の引数なんかにそのまま使われてたら、表記上は転送参照と同じ場合もあるけど、これも右辺地参照と解釈されるわ。これはどうやって見分けるの？クラステンプレートの型引数は、ここで展開されるから、コンストラクタやメンバ関数の型は推論されるわけじゃないのよ。推論されるところじゃないから、あれ？コンストラクタでも型推論するんじゃなかったっけ？確かに C++17 からはそうね。でもそれで推論してるのはクラステンプレートの型だから、やっぱりコンストラクタの型引数はもう型が確定してるってことになるわ。よく見たら、これはコピーとムーブを別々にオーバーロードしたかったところだし、右辺地参照で納得だね。コンストラクタをテンプレートにすれば、もちろんここで型推論するから転送参照になるけど、その先はテンプレートの話へと脱線していくから、ここで深入りするのはやめておきましょう。かなりややこしくなってきたね。でも安心して、これで右辺地参照とムーブセマンティクスの基礎的な説明は全部終わったわ。かなり分かってきたと思います。ありがとうございました。ひとまず、今回の内容をざっとおさらいすると、右辺地参照とムーブセマンティクス、ムーブコンストラクタとムーブ代入演算子、それと右辺地参照修飾メンマ関数、ムーブ関数テンプレート、転送参照とフォワード関数テンプレートね。実際使い始めると、湧き上がってくるであろう疑問なんかの解説は、次回に回しましょう。はい。続きもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。さて、ここからはさっき話してた完全転送時のフォワードの仕組みについて、使うだけならここまで理解しなくていいけど、気になって夜も眠れないとか、向上心の高い人向けに説明しましょう。はい。これからこの3つについて説明するんだけど、まずはフォワードの定義も見ておきましょうか。左辺地参照の場合と右辺地参照の場合のオーバーロードとして、それぞれ定義されてるのね。まず、仮引数の型にリムーブリファレンスを使ってるから、型推論した型とマッチできず、型実引数を明示しないとエラーになるわね。どういう意味なのかな？例えばイント型を引数として呼び出そうとした場合、型実引数 t にイント型を渡せば、リムーブリファレンスイントという型になって、それを評価したらイント型になるけど、引数から型推論させようとするとイント型に推論されて、
そのイント型はリムーブリファレンス t 型とは解釈できないから適切な関数定義が見つけられずエラーになるわね。t がイント型になるわけではないの？この引数の型引数 t はテンプレート引数だから t をイント型に推論するためにはそのイント型はこんな感じのテンプレート実引数になってる必要があるわね。そっか。無理やりリムーブリファレンスイント型にキャストしても、それは単なるイント型として評価されるから、結果的にフォワードの型引数は必須ってことになるのね。じゃあ、次は転送参照の特殊な型推論について。転送参照の型引数は、左辺値を型推論した場合、型実引数を左辺値参照型でキャプチャするのよ。それはどういうふうに特殊なの？普通は型実引数を推論すると、参照修飾は外れた型が実引数の型になるんだけど、転送参照に左辺値を渡した時には、この実引数の型が左辺値参照型でキャプチャされるという特殊な振る舞いになるのよ。そっか。だから右辺値を渡したときは非参照型になるのね。そういうこと。さっきは、転送参照は CV 修飾も左辺値参照もキャプチャするってさらっと言ったけど、左辺値参照もって部分は転送参照の特殊能力ってことになるわね。だから、転送参照に左辺値を渡すと、フォワードの型実引数には左辺値参照型が渡されることになるのね。そう、右辺値だとその型引数は非参照型になるわね。で、最後に参照の圧縮について。転送参照は型にダブルアンパサンドをつけるけど、この時に型も参照だと、実体化した時にこんなことになるのよ。参照の参照？こんな風に書いたコードはエラーになるけど、コンパイラの内部処理ではこういう状況になると、参照の圧縮と呼ばれる解決方法を取るのよ。その結果、両方が右辺値参照だった場合だけ右辺値参照、それ以外は左辺値参照とみなされるわ。じゃあ、この場合は t が左辺値参照で、もう一方が転送参照だった参照？参照の圧縮の場面では、転送参照は右辺値参照とみなされるわね。ってことは、t が左辺値参照なら左辺値参照になるのね。そういうこと。ここまでの話を踏まえて転送参照に渡された左辺値をフォワードで転送すると、転送参照だとフォワードの型実引数は左辺値参照型として、フォワードの左辺値参照版が呼ばれる。ここでフォワードのリターン文を見ると、この t が左辺値参照になるわね。右辺値参照型にキャストしてるけど、t が左辺値参照だから、参照の圧縮で左辺値参照にキャストされて返されるのね。そう、右辺値を渡すと t が非参照型になって、ルーブ関数同様に右辺値参照型が返る。これが完全転送の仕組みね。かなり複雑な内容だったね。あと、実はすごいやつだった転送参照。確かにね。まあ、今回はここまでにしておきましょうか。はい。次回もよろしくお願いします。お疲れ様でした。